私の名は静香。年齢は32歳で、職業はとある大手 IT 企業の社員だ。同い年の夫で VR 専門のゲーム制作会社でクリエイターとして働く達也と、今年で小学生になったばかりの娘の椎名と3人で暮らしている。私たちは特にこれといった不満もない平和な暮らしをしていたが、ある日、夫が私にこう言ってきた。悪い静香、うちの会社が京都のゲーム会社と業務提携することになって、それで俺、その業務提携の打ち合わせで京都へ単身赴任することになった。え？それはまた突然ね。どのくらい京都にいるの？そうだな。とりあえず6、7ヶ月くらいになると思う。だけど、椎名のためにも早く帰れるように京都で仕事頑張ってくるから、椎名とこの家を頼む。すまないが、よろしく頼んだぞ。6、7ヶ月。つまりは半年といったところ。これはそれなりに長い方だ。だが、これも私たちの生活のためであり、達也も申し訳なさそうな顔をしているのに、私は引き止めることもできず、夫の半年後の単身赴任が決まった。そうして、私が夫の荷造りを手伝っていると、義母の達葉さんが突然やってきた。まったく、大切な夫を単身赴任させるなんて何を考えているのかしらね。すみません。しかし、こちらの家も開けておくわけにはいかないので。そんなことを聞いてるんじゃないわよ。金はどうするつもりなの？達也がいなくなったら、家に入れるお金が半分減っちゃうじゃないの。私は義母のその言葉に一瞬理解ができなかった。どうして義母が我が家の経済状況のことを気にしてくるのか。ただ単に義母として息子の嫁を気遣ってくれているのなら気にしないのだが。それは私が仕事をさらに頑張って何とかしますが、達也にも毎月可能な限りで仕送りをしてもらうつもりです。そう。義母はどこか不穏で意味ありげな笑いを浮かべてきた。一体何ですその顔は。いいえ、何でも。仕方がない。私も達也の荷造りを手伝わないとね。そう言い残して、義母は夫のところへ行ってしまった。しかし、手伝うと言いながら、義母が荷物を持っている様子があまりなく、どちらかというとブツブツ言いながら、家中を何やら歩き回っている姿に不審を覚えた。しばらくすると、義母は帰っていった。ちなみに義母は50代後半という年の割にはなかなかの美人で、近所のママ友たちからも憧れの目を向けられており、当初は私にも愛想よくしてくれたからこそ、私も好意こそ抱いていたものの、時折こんな風にどこか言葉や態度に不審なものを感じさせることから、最近ではどこか嫌な印象しか感じられなかった。数日後、夫は単身赴任に京都へ出かけていった。出かける際に、必ず早く帰ってくれるようお仕事頑張ってくるから、と父に頭を撫でてもらったとはいえ、父が遠くへ出かけることに、娘は当然のようにどこか寂しく、不安そうな様子を見せた。お母さん、お父さん、本当に行っちゃったよ。そうね。だけど、お父さんは必ず早く帰ってくるって約束したから。お父さんのためにも、これからしばらくは二人で頑張りましょうね。と、不安がる娘を励ましながら、私は仕事はもちろんのこと、育児も含めた家事もその日から一人で頑張っていた。そして、主に娘の面倒で私の手が回りきらないところは、自宅のマンションの近くに住んでいる弟夫婦にも手伝ってもらうことで補った。娘は私たちはもちろん弟夫婦にも懐いており、弟夫婦も娘を可愛がってくれて、これには本当に助かった。しかし、夫が単身赴任に行ってから1ヶ月、約束していたはずの夫からの仕送りがないという異変が起きる。忘れているのだろうかと思って、私がメールを夫に送ると、夫からは、金ならちゃんと口座に振り込んでいると返ってきた。これに私が疑問に思っていると、義母がまたマンションにやってきた。お母さん？どうしたんです？突然やってきて。
私がそう尋ねると、義母はどこか意味ありげな笑いを浮かべて答えた。別に大した理由はないわ。ちゃんと元気にやってるかと思ってね。はい、私も娘も元気ですけれど、どうかされましたか？あら、そう。元気ってことは、言った通りに仕事をさらに頑張っていて、それによる収入も含めた貯金においての問題はない、ということね。さらに、意味ありげな笑いを浮かべて、そう言ってくる義母に、私はさらに不審なものを感じた。ご無礼を承知で伺わせてもらいますが、実はどうも達也から仕送りが来なくて、お母さん何か知っていますか？あら嫌だ。あの子ったら仕送りをしてないの？まったく困った子ね。ちゃんと仕送りをしてもらえるように言っておいてちょうだいね。義母は笑いながら私が止めるのも聞かずに帰ってしまった。まるで何か知っているようなその口ぶりに私はますます不審なものを覚えた。そして翌月も翌々月も夫から仕送りが来ることはなく、私は仕送りが来ない分、仕事を必死に頑張り続けたが、私の収入だけではマンションの家賃と私と娘の2人分の生活費も賄いきれず、私が結婚する前から貯め続けていた貯金も、その賄いに回すことになり、その貯金もだんだんと減ってきて、金銭面でも肉体や精神面でも生活は苦しくなってきた。引き続き手伝ってくれる弟夫婦が私のことを心配して、お金のことでも何か困ってるなら力になろうかと何度も言ってくれたが、娘の世話を任せており、そして弟夫婦にも弟夫婦の生活がある以上、これ以上は面倒をかけられないと思い、私は辞退し続けた。その一方、私はできれば夫のことを疑いたくはなかったのだが、何度も仕送りのことで夫にメールを送ってみた。しかし結果は、どういうことだよ、仕送りならしてるぞ、という返事しか返ってこなかった。私はいよいよ何が何だかわからず、ストレスと仕事による疲労をためていき、さらに家で食事をするとき、なけなしの貯金で買った食べ物を、娘に優先して食べさせていたことが、自分自身に追い打ちをかける結果となった。お母さんも何か食べなきゃ。ありがとう、椎名。私なら大丈夫。椎名の方がたくさん食べないといけないから、椎名が食べなさい。家で娘がいるときは、娘に食事を与えて、私はほとんど何も食べず、無理を押して仕事をする生活が続いた。そしてついにある日、体調を壊して家の中で倒れてしまった。お母さん、お母さん！ごめん、椎名。お母さん、ちょっと疲れてるだけだから。そんな中、電話がかかってきた。私は電話に出ることができず、代わりに娘が電話に出た。もしもし？お父さん？お母さんがお金がないから倒れちゃった！娘のその発言を聞いて、私は意識が朦朧とする中、電話の相手が夫だということに気がついた。そこで私は気力を振り絞って、娘に電話を代わってもらい、夫と話した。達也、ねえ、一体何がどうなっているの？どうして仕送りしてくれないの？私の収入だけじゃ、もう限界よ。はあ？おい、ちょっと待て。静香も椎名も何言ってんだ。だが、とにかくお前が倒れたのは大変だ。今から会社に相談して、すぐそっちへ戻る。話はそれから聞くから、しばらく待ってろ。慌てた様子でそう言って、夫は電話を切った。それからしばらくしてから、弟夫婦が同じく慌てた様子で駆けつけてきた。弟夫婦は私を通して、夫とも付き合いを持っており、現実で会うのはもちろん、連絡先も交換して、メールや電話でもやり取りをしていた。そこで、夫から電話で事情を聞いた弟夫婦は、急いでマンションへと駆けつけてきた。そして、弟夫婦が来る途中で買ってきたおにぎりやサンドイッチなどを食べて、私と娘は息を吹き返したが、私がそれでも思うように動けないのと、娘が悲しい顔を消さないのを見て、ただごとではないと悟った弟夫婦が救急車を呼んだ。
搬送先の病院で見てもらった結果、過労と栄養失調であるとのことで、担当医の判断によって数日ほど私は入院することになり、娘はその間、弟夫婦がしばらく預かってくれることになった。そして入院から2日経った頃、なんとか単身赴任先から帰ってきたらしい夫が、大急ぎで私の入院している病院へと駆けつけてきた。静香、大丈夫か？なんとかね。ベッドに横たわりながら私がそう返事すると、夫はほっと一息ついた。しかし、すぐに怪訝な表情になって、私にこう聞いてきた。ここへ来る前に、椎名からもう一度話を聞いてみたんだが、静香、悪いんだけど、俺には本当に話がよく見えない。お金がないってどういうことだ？毎月12万は入れてたんだぞ。いや、私に言われても、本当に入ってきてないのよ。何度も通帳の履歴を確認したんだけど。なんだって？なあ、本当にどういうことなんだ？お前に仕送りをしたら、必ずいつもありがとうってメールが来るのに。夫のその言葉に、今度は私が怪訝な顔をさせられた。それはどういうことなの？そんなメール、私は送った覚えがないんだけど。はあ？おいおい、マジでどういうことなんだよ。じゃあ、あのメールは一体誰が？それに、俺が仕送りした12万はどこに？夫と共に困惑していると、あら、静香さん、入院したって弟さんから連絡を受けたから、一体何事？達也？どうして帰ってきてるの？何食わぬ顔で義母が現れ、そして私のそばにいた夫の姿を見て、なぜかうろたえた。うろたえる義母の様子を見て、夫は怪訝そうな顔で尋ね返した。何をそんなにうろたえてんだ、おふくろ。静香が金が足りなくて、それで倒れて入院したって弟さんから聞いたから、大急ぎで大阪から飛んできたんだよ。そうだったのね。それは。どこかもじもじした様子になる義母。私はその義母の様子を見て、以前から感じていた不審をはっきりさせるべく、思い切って夫にこう言った。達也、悪いんだけど、ちょっと私にメールを送ってくれないかしら。ちゃんと届いているのか確認がしたいの。ああ、わかった。ちょっと静香さん、一体何を？待ちなさい！私の言葉を聞いて、義母はなぜかさらにうろたえ、メールの送信を阻止しようとしてきた。しかし、その前に夫は私にメールを送信した。するとその瞬間、義母の上着のポケットから通知音が聞こえてきた。私は夫ともども耳を疑い、念のためにもう一度夫にメールを送ってもらうと、またも義母のポケットからメール着信の通知音が聞こえてきた。なんだおい、これはどういうことだ？俺は確かに静かにメールを送ってるのに、なんでお袋のスマホが鳴るんだよ。いや、これは達也、ちょっとスマホを貸して。私は夫からスマホを借りて連絡帳を確認した。すると、そこには私の名前が2つも登録されており、どちらの顔写真の画像も同じものが使われていた。そしてアドレスの方を確認すると、私のアドレスっぽく見立ててはいるものの、よく見ると、ほんの1、2文字だけ違うものが紛れ込んでいた。おい、なんだこれは。言いたくはないし、よくわからないけれど、これはつまり、お母さんが私になりすましていた、ということでしょうね。きっと、私のスマホにも何か小細工をしたのでは？私は自分のスマホを確認すると、連絡帳にもいつの間にか偽の達也の連絡先が登録されており、アドレスをよく確認してみると、同じく1、2文字だけ違うものがあった。そして、本物の夫の連絡先はいつの間にか着信拒否設定がかけられていた。これらの不可解な実態から私の中で義母への不信が頂点に高まったとき、私のスマホの連絡先を見て、
愕然としていた夫が義母をきっと振り返った。おふくろ、そこに直れ。これは一体どういうことなんだ。説明しろ。どういうことって、それに説明しろって何を言ってるのよ。くだらない言いがかりならよしなさい、達也。くだらない言いがかりだと？俺たちはただおふくろから話が聞きたいだけだ。それに、さっき俺がメールを送ったとき、おふくろのスマホになぜか通知がいった。これについてもくだらない言いがかりだとでも言うのか？夫の鋭く厳しい視線を受けて、義母がぐっと詰まった様子を見せた。それを見て夫が半分険しく、半分戸惑った表情で義母に尋ねた。おふくろ、まさかとは思うが、俺が今まで振り込んでた12万、その12万も、おふくろが何か関係してるんじゃないだろうな。俺は今まで、この連絡先から届いた口座番号に、ずっと12万を送ってたんだ。この口座番号、もしかして、おふくろのじゃないだろうな。夫が言ったとき、義母はびくりとした様子を見せた後、それからうつむいた。そしてそのまま押し黙ってしまい、不気味な沈黙が場を支配した。まさかそんなことがあるはずがないよな。おい、おふくろ、どうなんだ。夫に鋭く厳しい表情で迫られた義母は観念したかのようにこう語り始めた。義母は夫が単身赴任する時からある計画を考えていたらしい。メールアドレスも含めた自分の連絡先を夫と同じにして、私の連絡先に夫のものにカムフラージュした自分の連絡先をこっそり登録した。そして同時に本物の夫の連絡先は着信拒否にしておいたというのだ。一方で、その計画を立てたその日のうちに、義母は安いスマホを買い、さらに安い通信事業者で契約することで、偽物の私の連絡先を作ったそうだ。しかし、達也のスマホを触るタイミングだけがどうしてもつかめず、その結果、夫のスマホには、私と偽物の私の2つの連絡先が登録されたそうだ。こうしたからくりに、夫ともども絶句させられながら、私は夫の単身赴任の準備の日のことを思い出し、あの日妙に家の中を歩き回っていたのは、そのからくりを仕掛けている最中だと悟った。つまり、この計画は私になりすまして、夫の仕送りを猫ばばするものだったのだ。こうしてすべてを白状した義母は、ふてぶてしくも夫にこう言った。達也、あなたが急いで帰ってこれたこともあるけど、静香さんが無事なら、この話はこれで終わりよね。なんだと？まさか、静香さんが過労と栄養失調で倒れるなんて考えてなかったけど、いざとなったら、達也は緊急時なら帰ってこれることが分かったんだもの。そして、帰ってこれるなら、私は今後も仕送りをもらうことができるものね。その身勝手すぎる開き直りに、私が愕然とさせられる一方、夫がついに表情を怒りに歪め、義母にこう言い放った。おふくろ、よくもそんなことをぬけぬけと言えたもんだな。寝言をほざくのもいい加減にしろ。自分が何したか分かってんのか。そして、何の理由があって、俺の仕送りを猫ばばなんかしやがったんだ。何よ、別にいいでしょ。私が一体どんな悪いことをしたって言うのよ。帰ってきて、静香さんと椎名ちゃんにご飯を食べさせてあげればいいじゃない。それに、静香さんには頼れる弟さん夫婦がいて、近所に住んでるし。義母をさらに睨みつけ、かなりの剣幕を聞かせた声で言い放つ夫。だが、それでも悪びれもしない義母の態度に、私も怒りを覚えた瞬間、義母は意識してるのかしてないのか、最後にこう爆弾を投下してきた。何度も言うけど、何かあれば達也が家に帰ればいいだけの話だし、静香さんも仕事してて、弟さん夫婦の助けもあるから、何の問題もないじゃない。それに、単身赴任もたったの半年でしょ。その半年くらい、私に楽しい思いをさせてよ。
その爆弾と見て取れる言葉に、私は頭が真っ白になると同時に、ブチンと達也がついに切れる音が聞こえてきた気がした。そして私も気がつくと、怒りを込めて義母を見据えていた。ちょっと、何よ、その反抗的な目は。反抗的な、とは？それは嫌でもこういう目になりますよ。息子のお金を猫ばばして散財しておいて、よくもそんなふざけたことを。何よ、そんなこと言われたって、貯金ならまだあるって静香さんが言ってたし、大丈夫かなって思って。義母が言い終わらない次の瞬間、夫は義母の右手を勢いよく掴んだ。義母が痛みと驚きに表情を変えると、夫は心からの怒りに顔を歪めていた。おふくろ、貯金があるから大丈夫かなだと？半年ぐらい楽しい思いをさせろだと？ふざけたことを抜かすな。ちょっと来い。今すぐ俺と一緒に実家に帰るぞ。すぐ警察にも相談の連絡をかける。話の続きはそれからだ。はあ？警察？ちょっと待ちなさい。なんでそんな話になるのよ。抵抗する義母を怒りの顔で無理やり連れて行こうとする夫。すると、その揉み合いで義母の上着のポケットから何かが私のベッドの上に落ちた。私がとっさに拾い上げると、それはなんとホストクラブの名刺だった。お母さん、これは。何を勝手に見ているのよ。返しなさい。静香さんには関係ない。お母さん、まさかホストクラブに行くために12万も盗んでいたのですか？信じられない。たかがホストのために私や椎名を命の危険にさらそうとしたと。たかがホストって何よ。ホストはね、私の楽しみで生きがいでもあるのよ。それに、お気に入りの子を指名するには、それなりのお金が必要なのよ。静香さんのおかげで、たっぷりと遊ばせ。悪びれもなく、むしろ高笑いしながら、そう言い放とうとした義母。すると夫が、その義母の方を、思い切り平手打ちした。パンという音が病室に響き渡る。何をするのよ、達也！さらに、驚きながら義母が夫を見ると、夫は心から悲しそうな表情をしていた。おふくろ、俺、今めちゃくちゃ恥ずかしいと思ってるよ。こんな金にがめつくて、自分のことしか考えない女が、俺の母親なんて。ひとかけらでも悪いと思う気持ちがあるなら、許してあげたいと思ってたのにな。はあ？やはり、おふくろは、臭い飯を食わなければわからないとよくわかったよ。静香、俺はこの女を連れて実家に帰る。これ以上は他の人たちに迷惑だしな。だから最後に、お前からも何か、この女に一言でもいいから言ってやれ。ちょっと達也、何を言ってるのよ。静香さん、あなたもバカなことは考えてないで、今すぐ達也を止めなさい。私が警察のお世話になってもいいの？夫に平手打ちと決別の言葉を浴びせられてもなお、自分が悪いと認めようとしない義母。そんな義母に、私はもう遠慮の絵の字すら自分の中から消え去るのを感じた。だからこそ、私は夫の言葉に甘えて、義母に向けてこう言い放った。お母さん。いいえ、達也さん。あなたには心から失望させられました。もうあなたとは話をしたくありませんし、関わりたくもありません。だから、もう二度と私たちの前に現れないでください。その言葉を聞いて、義母は一瞬愕然となり、そして顔を真っ赤にして逆ギレしてきて、何かわめき散らしてきたが、私のその言葉によく言ったと満足げに微笑んだ夫によって、病室の外へと引き立てられていった。その後、夫によって義実家に連れ戻された義母は、夫の厳しい取り調べによって、盗んだ仕送りは全部、ホストのお気に入りの子に貢いだことを自白したそうだ。そして、夫の通報を受けてやってきた警察に、窃盗罪の現行犯として逮捕された。
義母は50万円の罰金刑を受け、さらに今まで使ったお金の返還を命じられた。義母はお金が全くないから払えないとごねにごねまくったそうだが、再び夫の気迫がこもる平手打ちと一喝を受け、泣く泣く支払いに応じたらしい。義母は本当にお金がなかったため、借金で一括払いをしたそうだ。私たちは無事にお金を返還してもらい、義母は借金を返すために朝から晩まで仕事に明け暮れる羽目になり、盗んだ金でホストの他にも通っていたエステなどで行っていた化粧をする暇もなく、現在では見間違えるほどにボロボロになって、ちやほやしていた近所の人たちから敬遠され、さらに仕事でそのうち倒れるんじゃないかと言われている。一方の私と娘はいつも通りの生活に戻り、夫も京都での単身赴任に戻った。夫が休みの日には、私は娘と弟夫婦を連れ、京都の下宿に遊びに行って、家族の絆を深めている。